はいどうも、海外テックのこれまじミントです。リナです。今日はちょっと意地悪な実験の話です。 AI を2体組ませてブレストさせたらどうなると思います？研究チームが実際に試しています。 AI2 体のペア、 AI1 体だけ、そして人間2人のペア、3つの課題で最終的な回答を訓練された評価者が採点しました。結果 AI ペアが創造性でも新しさでも人間ペアと単独 AI の両方を上回る場面が目立ちました。そして4つの条件の中で平均スコアが一番低かったのが人間ペアでした。人間ペアの平均が最下位？これまじ？しかも人間ペアの方がやり取りの回数は AI より多かったんです。全部見せてください。先に前提を一つ。この論文は2026年8月に発表されましたが、実験で使われた AI は GPT-4 です。正確なバージョンや AI に答えさせた時期は論文に記載がありません。人間側のデータは2023年12月に集められたものです。今の最新モデルで測った話ではないということですね。その通りです。現在のフロンティアモデルで同じ結果になるかはこの研究からは分かりません。課題は3つです。社員食堂の食事の質をどう改善するか、迷惑な社内パーティーにどう対応するか、そして社会全体で節水するにはどうすればいいか。最初の2つは会社の話で、最後だけ急にスケールが大きいですね。論文も3つ目をより社会的に複雑な課題として位置づけています。条件は4つです。1つ目は AI が1体だけで一発で考える単独 AI。2つ目は AI2 体が役割分担するペア、生成役と評価役に分かれて、評価役が10点をつけるまで生成役が開口を繰り返します。3つ目は AI2 体が同じ役割でお互いに生成と評価を繰り返すペアです。4つ目が実際の人間2人のペアです。人間の方はどうやって集めたんですか？2023年12月にイギリスの大学で参加者を募り、最終的に204人、102組のデータが分析対象になっています。オンラインのチャットで課題の順番もランダムに割り当てて話し合ってもらっています。 AI の人数を2体に揃えただけの比較なんですか？そこは少し違っていて、3つの AI 条件は温度設定がそれぞれ異なります。単独 AI は一発生成、 AI ペアは内部の10点判定が出るまで反復するという違いもあります。なので純粋に AI が2体かどうかだけを測った実験ではありません。評価は心理学で使われる標準的な手法です。訓練された評価者3人がまず独立に採点しています。そして評価が大きく割れた回答だけ後から話し合って調整しています。 AI の2体条件が使う10点は反復を止めるための AI 自身の内部判定です。この人間の評価者3人による点数が最終スコアで、 AI 内部の10点とは別のものです。それで結果は？優位ってどういう意味なんですか？簡単に言うと、たまたま出た差ではなさそうだと統計的に判断できるという意味です。逆に優位ではないは今回のデータだけでははっきりしたことは言えないという意味です。差がないと確定したわけではありません。新規性では AI ペアの2条件が3課題すべてで単独 AI と人間ペアの両方を優位に上回りました。該当するすべての比較で統計的な優位確率は 0.001 未満でした。創造性でも AI ペアが人間ペアを3課題すべてで上回っています。ただし創造性で単独 AI と比べたときは課題1と3で AI ペアが優位、課題2だけは3つの AI 条件に優位な差がありませんでした。人間ペアの平均はどの課題でも一番低かったんですか？平均としては3課題とも最も低いです。ただし課題3に限っては人間ペアと単独 AI の差そのものは統計的には確認されていません。ここでもう一つ面白い数字があります。論文が数えたやり取りの回数です。役割分担の AI ペアは平均でおよそ 3.8 回から4回、役割が同じ AI ペアはおよそ 4.3 回から 4.7 回、人間ペアはおよそ 6.1 回から 7.5 回で、数の上では一番多くやり取りしていました。一番やり取りした人間ペアの方が平均点は低かったってことですか？数字の上ではそうなります。論文はこの結果を集団創造性の研究で知られる要因と絡めて考察しています。無難な案への早すぎる収束や礼儀や対立を避けようとする心理、話す順番や意見調整の負担といった要因です。この手の話、実は AI より前から知られていたりするんですか？
はい。1958年のイェール大学の研究以来、心理学で繰り返し確認されてきた話です。集団でブレストするより、各自が別々に考えてから集める方が、アイデアの数も質も上回る、という結果です。直近ではおよそ50件の研究をまとめた分析でも、同じ結論が出ています。集団だと、具体的に何が起きているんですか？一番大きいとされる要因は、プロダクションブロッキングです。話す順番を待っている間に次のアイデアを思いついても発言できず、忘れたり勢いを失ったりする現象です。加えて、他人の評価を気にして無難な案に寄せる心理も重なるとされています。何か対策はあるんですか？ブレインライティングやノミナルグループ技法という手法が知られています。話し合う前に各自がまず黙って自分の案を書き出します。その上で順番に発表したり書いたものを持ち寄ったりして意見をまとめます。話す順番待ちによる発想の停止を減らせるという考え方です。つまりそれが理由だと確定したわけではないんですね。そうです。この実験には人間が一人で考える条件がなく、緊張や気遣いそのものを測ってもいません。なので何が差を生んだかはまだ特定できていません。この手の AI 協調やマルチエージェントの実験、これからもどんどん出てくるはずです。このチャンネルでは見つけ次第紹介していくので、チャンネル登録で追いかけられます。ここで勝ち負けが変わります。新しいアイデアがそのまま使えるアイデアとは限りません。新しいだけで使い物にならなかったりするんですか？創造性の研究では新しさと実用性はしばしばトレードオフの関係にあるとされています。突飛な案ほど新規性は高く評価されやすい一方、実行のしやすさでは劣ることがあるという指摘です。食堂の課題では役割分担 AI と単独 AI が人間ペアより優位に高い評価でした。パーティー対応の課題は4条件全体で見ると通常の基準では優位ではありませんでした。ただし個別に比べると単独 AI だけが人間ペアより優位に高いという結果です。節水の課題では AI の3条件すべてが人間より高く、その中でも役割分担 AI が最も高い評価でした。課題によって勝ち方が結構違うんですね。特に役割分担 AI が他の AI 条件よりもはっきり有利だったのは節水の課題だけです。著者らはより社会的に複雑な課題ほど役割分担が効きやすいのではと解釈しています。ただし課題の複雑さそのものを操作した実験ではないので、この解釈は今後の検証が必要な段階です。何でも AI ペアにやらせればよいってわけじゃないんですね。もう一つ規模の話をしておきます。人間ペアの参加者は平均年齢およそ28歳、7割が女性、7割以上が大卒以上というイギリスの大学の参加者プールです。一般の職場のチーム全体にそのまま当てはまるとは限りません。もっと確信を持つにはどんな検証が必要なんですか？いくつかあります。まず人間が一人で考える条件です。今回にはなく人間ペアが集団だから弱かったのかはまだ切り分けられていません。次に今のフロンティアモデルでの追試です。 GPT-4 は2023年のモデルなので今の AI で同じ差が出るかは分かりません。そしてもう一つ気になる点があります。何ですか？新規性が高いという評価そのものです。 AI の言い回しが人間と単純に違うために目新しく見えているだけという可能性をこの論文だけでは完全には否定できません。これは論文への批判というより AI が書いた文章の新しさをどう判定するか自体がまだ発展途上の問題だということです。そう考えると断定はできないけどブレストのやり方を見直すきっかけにはなりそうですね。会議に集まって話し合うことが必ずしも一番良いアイデアを生むとは限らないという一つの材料にはなりそうです。この結果は AI が人間より賢いという話ではありません。オンラインで話し合った人間ペアの平均がこの実験では最も低かったという話です。この手の AI 協調やマルチエージェントの実験、他にもたくさん出てきているのでまた見つけたら紹介しますね。よかったらチャンネル登録お願いします。実測系の話といえばクエン 3.827B を実機で検証した回もあります。気になる方はそちらもぜひ。それでは今日はこの辺で。お相手はミナとミントでした。バイバイ。